こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨ブロックチェーン界隈のポジネガファンダーチャートなどまとめてみていきたいと思います。メンバーシップ動画も更新しましたので、まだ見てない方はそちらも見てみてください。まず昨日の米国の ETF のフローはまだ全部公開されてませんけども、ビットコインは現時点でプラス 1.8 億ドルの流入となってます。イーサもフィデリティだけで 0.7 億ドル相当の流入と、だんだんとビットコインに追いついてきた印象があります。香港は動きなしとなってますね。ビットコインの価格は現在97,000ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、ユーロ、HICP、各国の第3四半期実質 GDP などがありました。指標としてはインパクトあるものはなかったんですけども、日銀上田総裁の声明もあってかですね、市場は円高、ベッドレ安傾向継続となってまして、ドル円は150円割れとなってます。米市場祝日明けはですね、米株各指数上向きになってまして、ビットコインも一時98,600ドル突破となってますね。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 1.85%、額としては616億ドル相当、比率としては全体ではショートが 56.1%、バイナンスミはショートが 53.5% と下寄りになってます。今後の指標としては、12月2日に米国各国の PMI、ユーロ雇用統計、12月3日に米 ISM 製造業景気指数11月、12月4日に米ジョル月次決数10月、米リピ雇用者数11月、米 PMI 下降値などが控えております。他アナリストらの見解ではですね、FRB の利下げ期待が低くなっていることから、ビットコインが下落する可能性があるとか、あとはトランプ氏、イーロン氏の動きからですね、同時 ETF が実現するんじゃないかというですね、ビットワイズ、ブルームバーグらの見解が注目されてますね。そしてオンレンチャン企画ですね、昨日の私の予想では、前日の祝日中の弱さを見て、反響となる今回もですね、売りの圧力が強まるんじゃないかと。なので、昨日の95,538ドルよりも下という予想でした。結果としては、米市場明け、米株とともにビットコインも上昇しまして、一時98,600ドル突破。そして判定時刻の11月30日、AM6 時時点のビットコインは、昨日の95,538ドルよりも上なんで外れです。久しぶりの2連敗。では本日はもう土曜日なんで、次の予想は、次の米市場平常日ですね。12月3日 AM6 時時点の予想ですね。指標としては週明けに米 PMI、ISM 景気指数など、需要指標が控えてまして、市場ではトランプトレードからの巻き戻しが注目されています。ビットコインは前まで ETF の流入からですね、単独でも強さを見せてたんですけど、ここ最近若干勢いがしぼんできてます。あとドミナンス見ても下がり続けてますし、引き続きね、あるとは伸びると思うんですけども、ビットコインは10万ドルの攻防結構長くなると思うんですね。だから横横もしくは下とか、週足月足確定ありますけど、でもこの週足、最後陽線まで持ってきそうな気もする。いいや。週明けの指標結果なども加味して下ですかね。なので、12月3日、AM6 時時点のビットコインは現在の 96,924 ドルよりも下、これでいきたいと思います。チャートだけ見たら時間足では若干上優勢な気もしますけども、週足月足確定後ですね、そして12月2日から12月3日の日にちをまたぐ期間に米 PMI、米 ISM 製造業景気指数が発表となりますので、それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格が現在3570ドル、BTC 建ては 0.0369 と、先物の方では、OI は全体でマイナス 1.6%、額としては231億ドル相当、比率としては全体ではショートが 52.9%、バイナスミはロングが 75.5% と下寄りになっています。イーサ関連の話題では、最近のイーサ ETF の強さから価格的にも AT 値を試すんじゃないかという見解が出てたりしてます。ビットコインが上がる中ですね、BTC 下でも現状維持でついていってる状態です。ドル建ても3600の攻防維持となってます。やっぱり最近の価格の動きを見ると ETF の動向次第なところがありますね。ドル当てでは3600を抜けて4000ドルの攻防に迎えるかどうか、BTC 建てでは 0.040 の攻防に回帰できるかどうかが焦点になると思います。こちらも週足月足確定あたりでですね、どのように動くのか注目ですね。あとその他の動向では、台湾が新たな AML 規制を本日から施行しています。詐欺、マネロン防止のために仮想通貨事業者に対して従来よりも厳格なコンプライアンス遵守の義務付けを発表しています。従わない場合は最長2年の懲役と500万台湾ドル、約15万ドル相当の罰金と重い罰則となっています。台湾の方では最近でも大手取引所のマイコインとビットプロが AML 規制に違反したとして罰金が課せられてたりと、厳しく動いているようですね。
あと NFT 方面ではクリプトパンクスのフロア価格が上昇しているのが注目されてます。まだ NFT 市場全体が盛り上がってるわけではないんですけども、現在クリプトパンクスが先行して上がってまして、他が釣られて上がってるものもあるといった状況ですね。NFT 市場がこれに続くのか注目ですね。あとアルト関連では XRP の続伸が注目されてます。今まで他のアルトのパフォーマンスと比べると、比較的弱い銘柄でしたけども、ここ最近やけに強くなってます。でこれ様々な見解ありますけども、ここ最近のファンダだけ見ても ETF の申請や、あとは先日から何回か取り上げてるトランプ政権誕生からですね、SEC ゲンスラー氏が退任したり、あとは SEC 自体の権力が今後弱まる SEC の弱体化の影響、あとはリップルのステーブルRLUSD の米国での普及期待、あとは各あると様々な企業や金融機関と提携してると思うんですけども、その中でもリップルは歴史が長いんで、その提携してる数が多いと。で、今回の SEC が弱体化することによる信用回復から、それらの企業からの後押しが今後あるんじゃないかという期待もあるみたいですね。あとは提携企業の中には米国側の企業もあるんで、最近のトランプ政権誕生からですね、今後米国の企業が盛り上がることを想定すると、間接的にそれと提携しているリップルも恩恵があるんじゃないかと見られているようですね。ジョイアルトは一息ついてますが、XRP は未だに強く伸びてます。2017年の伝説の400円突破となるのか注目ですね。あとは DeFi トークンの高騰も注目されてます。長期で見たらまだまだですけども、9月の水準と比べるとですね、指数では倍近くになってます。ステーキングプロトコルの TVL も1ヶ月で 50% くらい増えてるんで、ここでも盛り上がりが見れますね。あと昨日話題になったのは、ハイパーリキッドのトークンがエアドロされまして、取引開始となりましたけども、下がるどころか上がってまして、現在 6.4 ドルとなってます。X などで事前にポイントを公開してた人たちもいるんですけど、そのポイントを見る限りですね、結構な人たちが今回のエアドロだけで数百万から多くもらえてるみたいですね。先物のトレーダーだけじゃなくて、通常のエアドロ民も触ってたのが意外でしたね。ただね、こういうケースは本当に稀で、スキャム、ラグが横行しているところにこういう宝があるっていう感じですから、私はエアドロあんまり得意じゃないんで、ほとんど触らないですけど、今回恩恵受けれた方はおめでとうございます。今日このとこですかね、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。